こんにちは。大学生をしながら編み物作家をしているチーズです。先週はちょっと体調不良で1週間っていうか1回動画お休みさせていただいてました。今はだいぶ調子良くなってきてちょっとねまだ食欲なかったりするんですけど、日常生活に支障が出ないかなくらいには戻ってきたので良かったです。またこうやって更新できて本当に良かったです。で、今週は、見えてる通り完成したものと、あとは今取り組んでるもの、編み始めたものとか、あとちょっとね勇気を出して大物に挑戦中なので、それも紹介できたらなと思っています。編み物や家事のお供に聞いていただけるととっても嬉しいです。じゃあまずこの一番手前にある完成品を紹介しようと思います。じゃーん。やっとできたのこれ。もうね病気っていうか胃腸炎中にね全然編めなくて、で最近やっと編み進めることができてやっと完成したんですけど、まだ水通しとかね何もしてない状態なんですけど、サマーソックス完成しました。使った糸はニッティングバードさんの1518コットンとウールが入ってる1518を使いました。でサイズは 23.5 センチで作ってるんですけど、ちょっとね履いてみたらちょっとだけきついかなってくらいでした。ただねコットン入ってるからどうなんだろう、伸びたりするのかな、わかんないんですけど、でも履いてたらね靴下だからそのうちちょっとは伸びるのかなって勝手に想像したりしてます。でこの色がねまた可愛くて、この糸は青森の鈴まりさんっていうお店、毛糸屋さん、手芸屋さんで買ってきた糸で、もう一目惚れしちゃって、もうコーンの状態だとこんな感じなんですけど、すごく可愛くてこれは欲しいと思って買いましたちょっとね今1518ブームが来てて、また欲しいと思ってて、来月ね一回青森行こうかなって考えてるので、その時にねまた鈴まりさん行きたいなって思って考えてますこの緑とオレンジがさすごく可愛くて、ちょっと見えるかわかんないんですけど、オレンジのね色が濃いというか赤に近いような糸が1本と、あとはちょっと薄めのオレンジの糸が何本かあって、あとは緑と白って感じなんですけど、またそれがねいい感じの味が出てて、私はこの糸すごく気に入ってるので、またなんか靴下どうしよう、まだ全然作れるからね何作ろうかなって思ってるんですけど、またねなんか同じような靴下サマーソックスとかパターン見つけて作るのもありかなって思ってます。すごい気に入りました。この色もだし、この靴下もだし、全部気に入っちゃってめちゃくちゃ楽しく編んでいます。ちょっとね体調崩してた間は編めても1周くらいしか編めなかったりとか本当に編むことは継続してたんですけど、ただねそんなに長い時間座って作業するのも辛かったので、ちょっとなかなか進められてなかったんですけど、最近ちょっとお仕事の休憩中だとか暇な時間夜とかにコツコツ編んで、でやっとね前回の動画では片方しかできてなかったと思うんですけど、両方できました。いや本当に完成できてよかったです。もうほっとしてます。いつできるか分かんなかったし、ずっと不安だったのでできてよかったです。で今週末ちょっと染めの教室があるので、その時にねまた持ってってみんなに見てもらおうかなって思ってます。その時にね先週もご紹介したんですけど、スペアミント染めした時の毛糸とかも持ってってね見てもらおうって思ってます。こんな感じで今週
一人でコツコツ編んでるのも楽しかったし、あとはこれからね染めの教室も行くので、それもすごく楽しみで今ドキドキワクワクしていますそんな感じで、もうみんなに見せるの楽しみで仕方ない靴下でした可愛くできてよかった。パターンのリリースはちょっとまだまだ先になりそうですが、頑張って準備していくのでお待ちください。来年にはね、必ずって言っていいかわからないけど、でも来年にはパターンリリースできるようにしたいなとは思ってます。じゃあ靴下でした。ついでに靴下関連でもう一つ今編んでるもの、まだ本当にさっきスマホ充電してる間にちょっとだけちょうどいいしやるかと思って編み始めた、モンディムのね、赤かな、オレンジかな、でも赤っぽいよね。赤と青の入った糸のモンディムを使ってます。でこれカラーナンバーは202番らしいです。すごく気に入って、これも青森の鈴まりさんで買って、これで絶対靴下編みたいと思って、それでこうやってね、まだつま先ちょっとだけなんですけど編み始めました。でそう、さっきも言ったんですけど、青森に行く用事があるっていう話をしたと思うんですけど、来月もしあったらですけど、青森市の編み会に参加してみたいなと思ってて、ちょっと遠いけど始発でね、実家から電車で向かって、で多分着くのが9時10時とかだから、編み会始まるまでの間に鈴まりさんでお買い物したいなと思って、それでね、そういうのもあって、じゃあせっかく行くならね、この鈴まりさんで買ったモンディムで編んだ靴下履いていきたいなってことで、さっき思いついて編み始めました。いつものごとく靴下のパターンは、編み物予備校さんのチャンネルで YouTube チャンネルで出されてる、基本の靴下だっけかっていう編み方動画を見て参考にしながら作ってます。でなんかね、別の方の YouTube チャンネルで見たんですけど、モンディムってソックヤーンではあるんですけど、ウール 100% なんですよ。化学繊維が一つも何パーも入ってなくてゼロなので、ウール100の毛糸なんですけど、そうするとなんかやっぱり耐久性とかがちょっと違うらしくて、で長持ちさせるためにどうしたらいいかっていう動画を出されてる方がいて、それで見て勉強したんですけど、なんかね、指定の針より1号下げると、1号下げて編み目をギッチギチっていうか、編み目増やしてっていうか、指定の目数の2倍とかに増やして細かく編むことで、編み目がきっちりギシッとみっちり密集して、でなかなか頑丈なものになるっていうのを聞いて、ちょっとね倍の目数にするのは勇気が出なかったから、目数はね、これ1号の針なんですけど、2号の針の時と同じ目数で今編んでるんですけど、そう針の号数を落としてみるといいよということだったので、号数を落として編んでみてます。それからね、ウール 100% の毛糸を使った作品だとか、あとは市販のウール 100% のセーターだとか、そういうものってやっぱり縮んだりとかするので、何回も洗濯する必要はないよっていうのも一緒にお話しされてて、確かに昔からセーターって何回も洗わなくていいんだよっていうのは聞いてたんですけど、どうしてそうなのかっていう説明もその方してくださってて、なんかね、抗菌作用があるらしいです、ウールには。だからなんか洗わなくても汚くないっていうか
なんか綺麗な状態で保てるらしく、多分このモンディム触ってもらうと分かると思うんですけど、触るっていうか編んでみると分かると思うんですけど、なんだっけ、羊の油の名前があって、リノレン酸だったっけかなっていう、わかんない、もしかしたら間違ってるかもしれないんですけど、うろ覚えですいません。そういうのがあって、それがその汗だとか皮脂だとか、同じじゃないか、汗とか皮脂とかそういうのを吸収してきれいにしてくれる作用があるらしいです。なので靴下もこのモンディムのね糸を使った靴下もそんなに何回も洗わなくていいっていうのをお話しされてて、その方曰く目安的には3回履いたら1回洗う程度で、3回は連続で3回じゃなくて1日置いてまた次の日とか履いた次の日とかに履いて、でちょっとずつ休ませる工程を作りつつ履くことで、その穴が開きにくい靴下になっていくっていうのをお話しされてました。なので私もねそれを実践したいなと思いつつ、せっかくねモンディムちょっと高い糸だし素敵な色合いなので大事にしたいなと思って、それがいいのかなって思ってます。なのでねこれ編むのも楽しいし、完成してからねなんか革製品じゃないけど育てるみたいなね、そういうのも楽しめたらいいなと思って今すごくドキドキワクワクしてます。すっごい楽しいです。なんかねオパールとか KFS とかとは全然触り心地も違うし、その羊の油が手につく感覚もしてモンディムはだからそれが今すごく楽しくて、苦手な人はもしかしたら苦手なのかもしれないですけど、私は糸紡ぎ習ってて、毎週のように糸を紡いでるので羊毛からね、だからその羊毛を紡ぐ時も手に油がつくんですけど、その感覚とすごく似てて、なんかそれがね癒しというか落ち着くっていうか、そんな感じで私的にはモンディムめちゃくちゃ気に入ってます。モンディムでね靴下作るの初めてなんですけど、初めてだしまだ本当に数十分くらいしか編んでないんですけど、それでもねやっぱり楽しいですなんかねやっぱりこのモンディム面白いなって思いますこの色もね面白くて、これからどういう感じになるのか楽しみで仕方がないです。でまたね鈴まりさんに行った時に欲しい毛糸とかね気になってる毛糸が買えたらいいなと思うので、糸の消費も頑張らなきゃいけないし、ちょっとね今いろいろ頑張ってるところです。またこれは完成したら紹介します。あとは完成してなくても作業進捗だとかいろいろ紹介できればなと思います。あとは編んでみた感想、モンディムを編んでみた感想とかもこれからねちょっとずつ出していけたらなと思います。今のところ糸割れとかも特になく、結構ねよりがかかってる風に見えるんですけど、見えるかな、結構ねより強めかなって思うんですけど、それが結構いい役割をしてて、私的には今のとこすごく編みやすいです。これからねちょっとずつ靴下のめんどくさい工程だとかあると思うので、そこに達した時にどういう感じになるのかとかまだそこはね分かんないから編んでみつつ見ていこうかなと思ってます。ということで本当にさっき編み始めたモンディムの靴下です。つま先から編むパターンで作ってます。めちゃくちゃ気に入ってるので早く編みたいなと思いつつ、染めの教室の時に染めてる間にね
暇な時間ができちゃうから、その時間とかにちょっと編めたらいいなと思って今こうやって急遽編み始めました。いい感じです。今日ねつま先まではやりたいかなと思ってます。その後は足の胴の部分って言ったらいいのかな、増減なしの段が続くところはお教室行った時にできたらいいかなって思ってます。マジで楽しい。モンディムやっぱりいいな。モンディムっていろんな色があるし、そう本当にね個性的な色が多くて、日本人が好きそうなヨーロッパ系の色、ポルトガルの糸だからなんかねすごくレトロな感じで私は好きなので、またねモンディムあったら鈴まりさんで買いたいなって思ってます。ということでちょっと長々とお話ししましたがこのちっちゃいのにめちゃくちゃ長々とお話ししてしまった。ということでモンディムの靴下の紹介でした。編むの楽しみです。で最後なんですけど、最後はねちょっと私挑戦してることがあって、今多分見せてもね何作ってるか分かってもらえないかもしれないんですけど、ちょっと見てもらおうかなと思って。よいしょ。それがねこちらです。じゃん。こうかな。これでなんか色の出方がちょっと違うんだけども、今セーターを編んでます。やったやっとねセーター編んでます。もう編み物始めて4年くらい経つんですけど、やっとセーター1着目に取り掛かってます。すごく可愛くて気に入ってるんですけど、このオレンジのところが前の首のところになります。で今肩、ここが肩になるっていうところを編んでいます。でパターンは清水優子さんのパターンでベーカーセーターっていうものを編んでいます。なんかすごく素敵なパターンで、糸は内藤昌司さんのウール 100% の糸使ってます。名前忘れちゃったんですけど、それを使ってます。前回前々回あたりにスワッチ編んでるよっていう話したと思うんですけど、その糸と同じ糸で編んでます。ですごい分かりやすくて、パターンが文章パターンなんですけどすごい分かりやすいです。今のところつまずくことなく左肩の終わりまで来てます。次はアームホールの増やし目のところに行くかなと思ってます。そんな感じでね、なんて言ったらいいんだろう、首のところがすごい面白いデザインになってて、そこをどうやってつなげるかまだちょっと不安なんですけど、でもね頑張って編んでいこうかなと思ってます。でこのパターンはラベリーで確か無料のパターンになってると思います。私もちょっとねラベリーでお金使うの怖くてまだ一度も有料のパターン買ったことがないんですが、そうこれだったら日本人の方のパターンだし無料だし、で、糸帳もスポートウェイトって書いてたかな。そうだね、スポートウェイトって書いてます。なのでスポートウェイトで、この糸自体が並太ではあるんですけど、並太と中細の間くらいって書いてたかな確か。だからちょっとね細めなんですね。だからちょうどいいかなと思って。ただゲージはちゃんと出なかったんですけどその代わりねサイズを M から L に変更してやったら大丈夫かなと思って今 L サイズで編んでいます。ちょっとまだ不安なんですけど頑張って編んでみようかなと思ってます。でもしね上手に編めたらお友達にも作ってプレゼントしたいなって今企んでますでこのねじりゴム編みって言ったらいいのかな、初めてやったんですけどめちゃくちゃ可愛いですね。びっくりした。こんなに可愛くなると思ってなくて、
ちょっとめんどくさかったんですけど、でもやってよかったです。すごい最初からね楽しく編ませてもらってて、めちゃくちゃ楽しいです。で今は肩のなんて言ったらいいんだろう、私も初めてセーター編んでるのでこの立体を編むっていう感覚がまだよく分かってなかったので、全部一段編まずに途中で止めて編み地をひっくり返してとか、そういうやり方を知らなかったからすごく新鮮で、毎段毎段編むのがすごく楽しいです。だからマジで飽きずに毎日夜な夜な編んでます。いつ完成するか全然まだ目処も立たないし、まあ来月あたりにできたらいいなとは思いつつ、まあでもね、他にもやることたくさんあるから、大学のこととかいろいろあるので、まあゆっくり自分のペースでできたらいいなと思ってます。まだ肩のとこしかできてないからどうなるかまだ全然わかんないし、途中で挫折する可能性もあるからわかんないんですけど、まあもし挫折したらね、周りに編み物される方たくさんいらっしゃるので、その方たちに聞いたりだとかあとは先生もいるので、先生は防具の資格を取るために習いに行くところって言ったらいいのかな、なんか言い方難しいんですけど、なんか師範的な感じの方なので、聞けばわかる可能性はあるかなって思ってて、だからすごい周りに心強い大人の皆さんがいるので、もしねつまずいたら誰かに聞いてみようかなって思ってます。前はそういうのも何にもなかったからセーター編むの怖かったんですけど、そういう質問できる相手がいるっていうのはすごくありがたいなって思って、今すごく恵まれてるなって思って生活してますということで、ちょっと大物頑張ってますっていう話でした。いやーまだねどうなるか全然わかんなくてドキドキしてるんですけどまあ進んだらまた紹介しようと思います。写真とかでもなんかね紹介できたらいいかなと思ってます。でもセーター編むのすごい楽しくて、立体を編むってこういうことなんだってすごい実感できてて、今ものすごく楽しく編み物ライフをしていますちょうど大学のテストも終わって今夏休み中なので、もう編み物三昧って感じで毎日ずっとお家にいる時はずっと編み物してます。楽しいです。はい、ということでセーター編んでるよっていう紹介でした。じゃあそうだね、これくらいかな紹介できるものは。で来週なんですけど、来週は多分今週末染めの教室があるので、それで染めてきたものの紹介ができるかなと思います。それからさっき見せたモンディムの靴下もどれくらい進んでるか進捗紹介できたらいいなと思ってます。あとはなんだろう、あとね紹介っていうか前にも見せたことあるかもしれないんですけど、自分で染めたこの糸を持って帰ってきました。自分の自宅に実家から持ってきました。っていうのもこの糸でね、私病院行ってるんですけど、病院の先生にねなんかいつも俺何もできなくて申し訳ないなと思ってて、それでねこの元気が出る色で靴下編んでみたらって親に言われたので、それいいかもと思って今度靴下っていうか靴のサイズかなをこそっと聞いて、分かりましたって言って勝手にコツコツ編んでクリスマスにプレゼントしようかなって企んでます。喜んでくれたらいいんですけど、病院の先生になんかプレゼントするのってあんま良くないかなって思ってちょっとね考えてたんですけど、なんか生ものじゃなければ大丈夫だよって母が言ってたので、今度ちょっとね医療従事者の方にも知り合いがいるのでどうなのかなって聞いてみようと思うんですけど、受け取ってもらえなかったとしてもね、それはそれで
また売ったりとかね、親にあげたりだとか、いろいろその先の道が見えるのでまあそれはそれでいいかなって思います。この糸もね結構気に入ってて、赤と黄色とオレンジとちょっと青と緑が入ってるって感じの変わった糸ですごい気に入ってるので、これ編むの楽しみです。これはいつ編もうかな、まあもうちょっとしたらかなって思ってます。あとは針をね買おうと思ってて、120センチの4号の針が欲しくて、それ買ったらなぎショールもついに始めようかなって思ってます。自分が染めた糸でね、前回かな、確かサムネにドンって大きい毛糸の風が映ってる動画で紹介したんですけど、そのサムネに映ってるショールじゃなくて毛糸でなぎショール編みたくて、そうなんかね、作品販売しに行った時にこういうの作れますよっていうお手本になったらいいなと思って、そういうのもあって作りたいなって思ってます。まだまだまあ妄想なんですけどでもできたらいいなっていうことで考えてます。ということで最後にちょっとした紹介でした。毛糸はねそのうち対面販売で売ろうかなって思ってます。まだまだいっぱい染めて頑張ろうと思ってます。ということで今週のラジオはこの辺で終わろうと思います。いろいろ紹介したんですけど、なんか楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。来週はねまた染めたものだとか、いろいろまた一味違ったものを紹介できるかと思うので、来週もお楽しみにしていただけたらなと思います。最後にチャンネル登録、それから高評価よろしくお願いします。あとは Twitter と Instagram もあります。よかったら遊びに来てください。では最後までご覧くださりありがとうございました。来週の動画でまたお会いできることを楽しみにしています。またね。